みんな、元気なのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介する国は、風車の国、オランダなのだ。実はね、オランダって、国民一人当たりの自転車所有台数が世界一なのだ。人口よりも自転車の数が多いって知ってた？すごい国なのだ。今日はそんなオランダから、なんと3つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。ソブリン、シチズン、市長爆弾攻撃計画で裁判。という、ちょっとドキッとしちゃうタイトルだけど、オランダで今、社会問題になっている、ソブリン、シチズンっていうグループが、市長さんの家を爆弾で攻撃しようとしたんだって。一体何が起こってるのか、ずんだもんも気になって仕方ないのだ。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは、早速オランダのニュース、一緒に見ていくのだ。こんにちは。今日は魅力あふれるオランダをご紹介するのだ。ヨーロッパの北西部に位置し、美しい運河が巡るアムステルダムが首都なのだ。かつては海洋国家として世界をリードし、現在は国王を元首とする立憲君主制の国なのだよ。人口は約1700万人とコンパクトな国だけど、チューリップやチーズだけでなく、農業技術や水管理、デザイン分野で世界トップクラスなのだ。多様性を受け入れるオープンな文化も魅力的。最近では、サステナブルな社会を目指す循環型経済やイノベーションへの取り組みが特に注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。警察、ユイトホールンの難民受け入れ施設反対デモを強制排除という記事なのだ。オランダのユイトホールンで亡命希望者向け施設建設に反対する約200人のデモが警察によって鎮圧されたのだ。デモ隊が夜8時頃に市庁舎へ押し入ろうとしたため、警察官が警棒を使って群衆を解散させたのだ。市長が説得を試みたけど、残念ながら失敗したのだ。ユースンはすでに亡命希望者を収容する計画があるのに、隣接するアムステルフェーン市がユースンとの境界近くに別の施設を承認したことに批判が集まっているのだ。この日の市議会は施設について決定する予定はなかったけど、SNS の呼びかけでデモ隊が集まったのだ。最近、オランダ全土で亡命希望者センターへの抗議デモが頻繁に起きていて、極右の指導者も参加して活動の継続を呼びかけているのだ。さらに、亡命希望者受け入れ機関 COA は、テルアペルのセンターで収容人数が上限を超えたため、5万ユーロの罰金を課されたのだ。COA は新たな収容場所確保に苦労しているのだ。これはオランダ全体の大きな課題なのだ。二つ目のニュースなのだ。CBS、犯罪減少の傾向はもはや過去のものと報告という記事なのだ。オランダの犯罪件数が20年続いた減少傾向を終えてもう減らなくなったのだ。政府統計機関 CBS によると、特に交通違反や性犯罪は近年増えているのだ。パンデミックで一時的に減ったけど、規制解除後は2019年以前のレベルに戻っちゃったのだ。財産犯は全体の半分以上を占めていて、2018年以降横ばいか少し増えているのだ。凶悪犯罪は少し減ったけど、性犯罪は9100件から9900件に増えているのだ。これは、ボイス・オブ・ホランドのスキャンダルなどで、被害者が警察を信頼して報告しやすくなったことも関係してるかもしれないのだ。結局、CBS は2010年からの犯罪減少傾向は停滞して、今は安定していると結論付けているのだ。長年の減少トレンドは本当に終わったみたいで、びっくりなのだ。3つ目のニュースなのだ。ソブリン、シチズン、市長爆弾攻撃計画で裁判という記事なのだ。オランダでソブリン、シチズンと呼ばれるグループがレーワルデン市長の自宅への爆弾攻撃を計画したとして裁判に出廷するのだ。盗聴された通話から市長の車の下に爆弾を仕掛けたり窓を撃ったりする話が明らかになったのだ。
IRA の爆弾戦術や NATO サミットの妨害も企てていたため、イベントの2週間前に3人が逮捕されたのだ。さらに5人も同じ日に逮捕され、計8人が逮捕されたのだ。容疑者の1人の家からは、毒物理心の原料となるトーゴマヤ武器、軍服が見つかったのだ。ソブリン、シチズンは、自分たちはどの法律にも縛られないと信じ、税金や罰金の支払いを拒否する集団なのだ。近年、その数は数万人に増えていて、一部は民主主義を覆すために暴力を使う準備もある土地安機関が報告しているのだ。今回逮捕された8人は、この運動の過激派に属しているとされているのだ。だが、ある容疑者の弁護士は、依頼人は暴力に反対しており、攻撃は計画していなかったと主張しているのだ。市長はコメントを控えているのだ。今日は魅力あふれるオランダの意外な一面も知ることができたのだ。難民問題や犯罪増加、過激な思想を持つ人々の存在は、多様性を受け入れるオープンな文化を持つこの国が直面する大きな課題なのだ。それでも、オランダの持つ精神とイノベーションがあれば、きっとこれらの困難を乗り越えていけるはずなのだ。これからのオランダに注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。